アメリカでも大回りをしたい。そこでワシントン DC に来ました。ダブりなく回るルートとしてはピッツバーグの大回りやボストンからシカゴ方面のルートがあります。アムトラックはほぼ1日1本のみ、宿が高いので全て車中泊、安全のため昼に乗り換える条件では DC 発着でボストンとシカゴを4日かけて回るルートのみでした。最初はボストンに行くノースイーストリージョナル66号に乗ります。 DC からボストンの北東回廊は30分に1本ほどミニ新幹線や客車普通列車の中高が走っていますが、今回乗る66号だけは夜行です。すべて座席車の編成で、雰囲気はムーンライトボストンです。定刻通り夜10時に出発。窓側はほぼ埋まっていたので、全体の乗車率は 50% 切るくらいでしょうか。電話などでガヤガヤしていたのでクワイエットカーへ移動します。ここは非常に落ち着いていて快適です。昼間に乗るとここは古い街並みや川に沿う景色がとても綺麗です。あまり眠れずフィラデルフィアで目が覚めてしまいました。ニューヨークまでは約3時間半なので、ここで3時間の運転停車をします。車内を見ると、アムトラックはマニアの移動手段なので、夜行でも安全で、乗客も慣れている印象です。2席をまたいで寝たり、持参の毛布でフルリクライニングしている人もいました。私もそれを真似して、2席使って横になります。午前3時半にフィラデルフィアを出発し、午前5時にはニューヨークに到着。多くの乗客がここで降りました。夜行需要と早朝に着く運用は、ムーンライトながらを思い出します。30分止まり、再び出発すると夜が明けてきました。郊外には高いビルがないため、朝焼けのオレンジがとても綺麗に見えます。やがて完全に朝になり、コネチカット州へ入ります。アメリカ東海岸は、近距離は地元の私鉄、長距離列車はアムトラックが同じ線路を走って分担しています。感覚としては、葛飾区の常磐線のように、各駅停車はメトロ、長距離は JR のイメージです。ニューヨークを過ぎると水辺が近くなり、車窓をずっと眺めていても飽きません。そしてボストン南駅に時間通りに着きました。乗り換えまで時間があるので、少しボストンを散策します。まず、駅のすぐ近くにある、ボストン茶会事件の博物館を見に行きました。正確な場所は不明だそうですが、この川幅なら紅茶で染められそうでした。その後は見た目がレトロな地下鉄に乗り、ハーバード大学を見に行きました。キャンパスには散歩している人がいて、趣のあるビルが並ぶ感じは慶応の三田キャンパスのようでした。また駅に戻り、シカゴ行きのレイクショアリミテッドに乗ります。夜ご飯にはタコベルでテイクアウトしたブリトー、朝ごはんとしてスーパーで買ったパンとバナナを持ち込みます。時間通りに出発し、ボストンの街を後にします。すぐに郊外の街になり、関北本線と山田線を混ぜたような木に囲まれつつ水辺の近くを走っていきます。この辺りは電波はずっと圏外で、車内 Wi-Fi もつながらないので、デジタルデトックスです。午後6時にオールバニー駅に到着しました。乗ってきた列車の編成を眺めると、ここまで3両でした。編成表にすると、違う種類が1両ずつで、無駄がないです。この駅で、ニューヨークから来る49番列車と連結します。私はずっと449番列車の中にいましたので不確かで、49番列車の動きはうろ覚えですが、ボストンから来る449番列車の後に隣の番線に着きます。そして、49番列車の機関車がいなくなります。客車だけになったら、449番列車は扉を閉めて、一旦シカゴ側に動きます。その後は隣の番線に移り、そのまま49番列車と連結します。連結の瞬間は、皆さんカメラを持って待ち構えていました。出発の前に、カナダから来たメープルリーフ号を見送ります。この6時台は列車の発着ラッシュで、2時半の便後落合駅のように賑わいます。編成表で書くと、ビュッフェとコーチだけだったのでモノクラス編成のようです。午後7時に時間通り出発し、すぐに夜になったので、また2席使って横になります。夜12時に、ナイアガラの滝への分岐である、バッファロー駅に着きました。
ここで大きなバックパックを背負った人たちがたくさん乗ってきて、ほぼ満席になります。2回目ということもあり慣れたのか、朝まで眠ることができ、トレド駅に到着しました。ここでもまた多くの人が乗ってきます。トレドを過ぎると、貨物ヤードを30分に1回は見かけます。貨物列車は100両で走っていたり、コンテナを2段に積んでいたりして、資源と工業の重要地域だと感じます。終点の一つ手前、サウスベンド駅に着くと、あと30分で終点かと思いきや、シカゴのすぐ東がタイムゾーンの境目なので、時差で実は1時間半走ります。今まで国境を越える乗車はしましたが、時差の境目は初めてで、景色は同じまま1時間変わるのが不思議でした。長い橋が見えてくると、いよいよシカゴです。予定より早く到着しました。長距離夜行はよく遅れるので、かなりラッキーです。次の乗り換えまでシカゴの街を歩きます。まずはパンダエクスプレスでブランチします。毎日ハンバーガーとタコスだったので、チャーハンが染みます。ディズニーシーのような高架鉄道と趣のある建物が並ぶダウンタウン。ニューヨークよりもそれらしい雰囲気です。そして湖側へ行き、美術館で有名な絵を眺めます。ダウンタウンの高架鉄道はアトラクションのようで、環状線の左上にある有名なダイヤモンドクロッシングは、本当にスレスレで見ていてヒヤヒヤしました。最後は丸24時間乗るので、夜ご飯にセブンイレブンのピザセットと、朝ごはんのバナナと水を買って乗り込みます。アムトラックは見た目が同じでサボもないので、ちゃんと乗れているか毎回ヒヤヒヤします。編成はこのような感じで、短い編成なので満席でした。隣の若いアメリカ人男性に話しかけられ、話すと DC のイベント出張で乗っているとのことで、鉄道で行くのは大陸横断をしたことがあるほどのマニアだからだそうです。ここで、丸1日乗る長距離列車をどう過ごしたかを紹介します。まず乗る前に、スーパーで朝ごはんの水とパンとバナナを買います。スーパーなら水とバナナは1つ50セント以下で買えます。水は2本あるとよく、飲むための新品1本と、歯磨きやうがい用に、空のペットボトルに飲料水マシーンで汲んで1本作ります。服はできるだけ薄い素材のズボンを履いて、暖かい時期にサンダルで乗って座席車でもむくまないようにしました。晩ご飯はタコベルの5ドルのブリトーセットが一番コスパいいと思います。他にはセブンイレブンのコーラとピザ2切れの5ドルセットか、美味しいレストランで外食して、そのテイクアウトを持ち込むとコスパがいいです。長距離列車は 2,3 時間遅れる可能性が高いので、食べ物は多めに持ち込みます。DC からニューヨークの路線以外はほぼ山道を走るので、ゲーム機や本を持ち込むか、配信の映画をあらかじめダウンロードしてネットがなくても大丈夫なようにします。窓側に2つコンセントがあるので充電はいつでもできます。寝るときは隣がいなければ猫のように丸くなって横になって寝て、いる場合はフルフラットにして寝ます。日本やヨーロッパみたいに夜乗って朝に着くほど街が近くないので、座席車の旅はサバイバルです。すぐに夜になるので、フルフラットにして寝ました。朝6時半に起きて、車内を少し見ます。まだ消灯中で暗く、ビュッフェ車も準備中でした。皆それぞれ眠っています。朝になると、眺めのハイライトのウェストバージニアです。ここからボランティアの方の車窓案内があります。東海岸一の絶景で、日本でいう中央西線や高山本線のような山と川の眺めが続きます。ウェストバージニアに来たので、眺めを見ながらカントリーロードを聞いたら、帰宅のエモさが急速に湧いてきました。バージニア州に入り、小海線のようにひたすら山を走ります。昼になったのでビュッフェ車に行きます。メニューはご覧の通り軽食がメインで、一番食事らしいハンバーガーを頼みました。席に戻り、夕方にはだんだん街が見えてきました。駅にはお見送りの人も多くいて、アムトラックは旅情を楽しむ乗り物だと感じます。シカゴから丸24時間、ついに DC に帰ってきました。この列車はニューヨークまで行くため、機関車の付け替えで先頭のディーゼル機関車は切り離されていました。
予定通り一周できたのは本当に幸運で、4日ぶりにちゃんと帰れて感無量です。それではまた次の動画でお会いしましょう。